柳生武芸町、柳生新影流の奥義の書と言われるこの三巻は、同時に徳川800万石を揺るがす驚愕すべき秘密が隠されていた。門前に生首が。笠間又兵衛以下5名、いずれも薩摩領に潜入せし我が浦谷牛の隠密にございます。そうか。我が柳生に対する不敵なる挑戦状、父上直ちに薩摩藩邸に乗り込み事の次第を。待て。我らが表向きにできぬを知りたればこその面当てじゃ。薩摩72万石は外様随一の夕飯。その薩摩にただならぬ異変ありと見た。徳川家光が三代将軍遷下してから7年、幕府はその体制をさらに盤石に固めるべく武家諸法度を開講、新たに参勤交代制を設け全国諸大名に布告した。伊豆殿、こたびの参勤交代制は天下の悪法であるという噂は大奥にまで聞こえておりまするぞ。新しい法令はいつの世でも評判が芳しくないもの。定着してくれば批判の声も消えましょう。されど三代様の知性に傷がついては。立場殿、参勤交代制はその方が立案したと聞くが、徳川の御為になるどころかかえって外様大名たちに火種を与えることになったのではないかのう。今日ただいまの目先のことではございません。天下100年の大計、この太平を再び戦国の世に戻さぬためにも断固たる決意が必要かと存じます。申し上げます。薩摩藩島津義弘公下級のご用事でご登場にございます。島津殿が。これは島津殿。知恵伊豆殿、作詞柳生と組んで今度はどのような法令を練られておられるかな。しばらく参勤交代についてのご反論であればもはやお聞きするわけには参らぬが。ご安堵なされ。
上様ご裁可のご制度に異議を差し挟もうとは思わぬ。しかし一年交代で国元と江戸を往復せよとはまことにもって身を置け。諸藩は常に幕府の監視の中にあり、道中の経費に苦しみますれば、しかも妻子を江戸に提示をさせる体のいい人質だのう田島。江戸幕府開府以来、幕府が取り潰したる藩は100家を超え、召し上げたる領地1600万石、路頭に迷いたる武士43万人。大名取り潰しは幕府が外様を恐れるあまり狂気のごとく繰り返されてまいったが、これ以後外様も不代同様に扱われるであろうな。義弘、島津一族の面目にかけてお尋ね申す。二度と再び外様をお取り潰しせぬとお約束くださるか。確約はできませんが、世は次第に安定に向かっておりますれば、もうかってのようには。確約がいただきたい。その確約がなければ島津一族は参勤交代に承服いたしかねる。なんと。もう一つ、柳生武芸長をこの場にて焼き捨てていただきたい。幕府の外様取り潰しは柳生武芸長によってなされていると聞く。他にその武芸長こそ外様取り潰しのまがまがしい刃であろうが。これはまた大げさな。島津殿、今朝方はわざわざ薩摩よりのお土産を頂戴いたしました。お気に入ってくださったかな。いや結構結構。取るに足らぬ武芸長の噂よりご丁重なるお土産のお礼を申し上げるため、本席改めて。田島、その方聞きしに勝るたるきよの。島津の条件は黒田細川を筆頭とする九州各藩の条件、いや全外様の条件でござるぞ。ごめん。幕府をお目付け、柳生田島の神としての狼藉か。要件を申せ。欲しいのは命だけか。柳生武芸長、なぜ肌身離さず持ってると聞くぞ。なるほど。してご所望のご仁は島津殿か。しれっ。上殿、それに任せろ。待て。十兵衛に任せろ。はい。
すぎた真似をいたしましたが、ご寛容ください。柳生十兵衛様とお見受けします。お久しぶりでございます。貴殿は九州佐賀龍蔵寺の上小首里之助です。十兵衛様がご滞在なされた時稽古をつけていただきました。おお、6年前であったな。確か龍蔵寺藩は取り潰されました。十兵衛様が江戸へ帰られてすぐのご沙汰でございました。小国武者修行と申されておられましたが、実は取り潰しの口実。違う。龍蔵寺藩廃ですは幕府の突然の決定。俺にもその理由は分からなかった。貴殿、今どこに？この屋敷に拾われました。ではこれにて。島津上小首里之助。お日の番相回ります。火の用心さっしゃいませ。いかがなさいました？よくも大奥まで。天下の一大事。いや、これこそ天下の一大事だ。あ、上様、ご無事で何よりでございました。じい、ちと大げさすぎるぞ。何が大げさでございます。こともあろうに上様のご寝所近くまで賊が押し入るとは。上様のお身に万が一のことがあれば、この彦さん冥土でお会いする東照神君家康公様に何とお詫びいたしましょうぞ。この血はばらかっさばいたぐらいでは愛しませんわい。じい、冥土で腹を切ったらどこへ参るのかな。何をのんびりしたことを申されるか。春日殿、して賊の正体は？しかとは分かりませぬが、あの身のこなしは忍びのものかと。忍び？男子禁制の大国か。神君家康公の仏間に潜入したとあれば、賊の狙いは柳生武芸町でございましょう。柳生武芸町。では城中の機密が何者かに漏れていると？神君家康公のご仏壇にまで目をつけるなど相当な情報を掴んでいると思わねばならん。親父殿、武芸町ある限り果てなく血は流れ続ける。徳川もすでに三代。
武芸帳を外様大名同活の道具に使わずとも。甘いぞ十兵衛。その方に一つだけ釘を刺しておくぞ。柳生の異端児との噂は裏柳生を操るお主の隠れ身のゆえ構わぬ。しかし柳生の着手としていつの日にか柳生武芸帳を守り抜く日が必ず来る。そのことを忘れるなよ。わかった。因果な家に生まれたもんだがやむを得ん。父上、してその柳生武芸帳は今いずこに？これだよ。水滅の巻。浮舟の文字、貴重の巻。武芸帳、これさえあれば打倒徳川の日も近くなる。まさか。柳生め。小太郎、出たかねず。はい。やはり島津か。いえ、それが今評判のお国歌舞伎の小屋へ飛び込みました。お国歌舞伎。さあいらはい。はい、お国さんだ。色模様花の彩りでござい。待ってました。出雲の踊り。いっぱいで。村さんだ。静かにしなさい。親分ですね。はい、座りましょう。はい。出雲の国、奮いつきたくなるようないい男。一度お願いできたら殺されても本望だ。あら親分、そんなご趣味があったんですか？お国は女の歌舞伎者よ。分かってる。つまりその平家の若武者のままで女の何をしてほしいんだ。変態。変態からでな、つけ踏み出したらとんどなしのつぶてだ。千両箱を積んだ方がいいかな。えお、柳生の若先生。若先生、お目当てはお国でしょう。まあな、親分と一緒だ。あらら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 、強敵が現れたな。声が竹が。ごしょ。いやいや、わしはここで十分だ。何を水臭い。兄弟分の杯を交わした仲じゃありませんか。ささ。辛抱我慢たまらん。
いくらね若先生にも僕には絶対譲りませんで。親分ずいぶんぞっこんだな。親分、ところでこの一座いつ頃から江戸へ？三月ほど前からです。あっという間に江戸中の人気そらっちまった。あれが十兵衛だ。お待ちくださいませ。柳生十兵衛様でございますね。いかにも。そなた龍造寺高房の娘優でございます。お父上には過分のお世話になりながら心苦しく思っています。龍造寺家断絶の突然のご沙汰、父は狂乱のうちに紛死いたしました。私が死ぬこともならず生きながらえておりますのは国を追われし一族家臣のため。でお家断絶の訳は？それは柳生家が一番ご存知ではございませぬか。大目付柳生田島の神様が柳生武芸帳なるものをもとに外様断絶の采配を振っておられるとのこと。十兵衛様、訳を知りたいのは私の方でございます。わずか5万石の小藩が800万石の徳川に謀反など、どうぞ取り潰しの本当の訳をお聞かせくださいませ。公儀に嘆願書は？出してございます。何のご沙汰もいただけず、思い余って1年前江戸へ出てまいりました。わかりました。親父殿によく聞いておきましょう。お願いいたします。私は龍造寺家再興のただそれだけに命を懸けているのでございます。夕姫殿、初めてお目にかかったのはおいくつであられました？確か17の春でございました。城内の八重桜が満開に咲き誇る中をひどく汚れた衣服を着た十兵衛様が歩いてこられたのを昨日のことのように覚えております。あの度は野宿が多かった。まるで野良犬がさまよい込んだようだったでしょう。ええ、でも剣一筋に生きる本当の侍の姿を初めて見た思いがいたしました。あれからもう6年。もうそんなになりますか？ええ。龍造寺家の再興をぜひともご老中にお薬へ願いたい。ならん。一旦公儀によって下されたご裁定じゃ。されば何故龍造寺ごとき小藩をお取り潰しになったのか、その訳をお聞かせ願いたい。確か俺の記憶では武芸帳に龍造寺の名はなかったはず。十兵衛、柳生の家はな、幕府の一番汚れた仕事をする宿命じゃ。やはり龍造寺は幕府の九州支配の生贄でござったか。九州外様の喉元に突きつけた幕府のくさびじゃ。俺には納得できん話だ。夕姫殿やその家臣が哀れでならん。これはまた一段とあでやかな。詐称ですがお暮らしの足しにでも。
いつもながら上子殿には過分の働き、亡き殿もさぞ草葉の陰でお喜びでござろう。久我殿、姫にご内密のお話がござるゆえ、しばらく席をお外し願おう。なんと、わしは龍蔵漬けの。いつまでも家老面しよって、姫も苦労が絶えませぬな。久我は今でも家老です。姫はもしや私めが薩摩藩に武術師範として仕官したことを、龍蔵寺家を捨てたとお思いでは。だとすればあまりにも情けない。では島津様のお口添えを得るためそなたは。無論身は他藩にあろうとも、片時も龍蔵寺家再興を忘れたことはございません。それを聞いて安心しました。先日十兵衛に会いましたぞ。お会いしたいでござろう。姫の心の中にはいまだ十兵衛の面影が。十兵衛様には関係ありません。朱里之助、私も十兵衛様にお会いしました。姫も？こちらから伺い、龍蔵寺家再興についてお願いしてまいりました。姫、龍蔵寺を潰したのは柳生の策謀であるということを忘れるか。姫の心に進むその男、必ずこの神子が追い出して死んぜようぞ。奴は必ずこの手で切る。あの日の屈辱は死んでも忘れん。そばに寄れん、間合いが取れん。これが花車か。それまでお見事でござる。柳生水月の剣花車、まこと天下無双の剣。姫、龍蔵寺家最高の鍵はこの神子が握っているということだけはお忘れくださるな。必ずや元の5万石、いや10万石20万石にしてご覧に入れましょう。無論その折は私とて一介の兵法者ではござらぬ。その意味は姫のお体がお分かりでしょう。わずか5万石の小藩が800万石の徳川に謀反など、どうぞ取り潰しの本当の訳をお聞かせくださいませ。私は龍蔵寺家再興のただそれだけに命を懸けているのでございます。十兵衛、柳生の家はな、幕府の一番汚れた仕事をする宿命じゃ。幕府の一番汚れた仕事をする宿命。柳生一門。十兵衛様、せめてもう半年前にお目にかかりとうございました。姫、そなたが欲しい。
柳生十兵衛がこの一茶に目をつけたとなると一国の猶予もならぬと見た。ずらからぬか江戸を。そうはいかん。ひとまず解散だ。せっかくここまで来たんじゃないか。もったいないよ。人気だって上々だしさ。お前はまだ柳生の恐ろしさを知らん。サザ様、梢が逃げてきたのかい、おちろう。ここはもう危ない。明日は役人が踏み込む手はずになっているよ。じゃあおめえの身元は割れたのか。三田様、こうなったら市中に喝を求めるしかございませんな。狙うは柳生十兵衛の首。裏柳生の手先と支度をしろ。何者だ。待っていたぞ。柳生十兵衛、今夜こそ決着をつけてやる。その前になぜ武芸帳を欲しがる。取り潰された大名の家臣ならその話を聞こう。問答無用。真田か。これは間違いなく真田幸村のもの。この惨儀は塗料の印だ。大助は燃え落ちる大阪城内で秀頼公淀殿と自害して果てたのだよ。大阪城落城の折猛火に包まれたその後は人間の骨すら判別できぬ惨状であった。まさか。あり得る。そのまさかが。兄上。豊臣秀頼公。十兵衛に見られたか、真田六門戦を。殿、我らの打つ手は。覚悟はできている。武芸町の謀反連判場に我が名がある限り、いつかはこの日が来るとは思っていた。大助、千成病炭が再び戦場に翻る時が来たぞ。誰だ。恐れながらただいまのお話すべて聞かせていただきました。殿、
殿が仰せられていた大義名分とやらが読めてまいりました。真田家嫡男真田大輔殿、手前当薩摩藩剣術指南役新道無双流上子首里之助と申します。この男なら信用できる。戦国の世なら槍一本で一国一城の主になれたほどの器量の持ち主じゃ。過分なお言葉恐れ入ります。大輔、しばらく動くな。わしは近々薩摩へ帰ることになるだろう。殿、参勤交代の期限はまだ半年も。構わぬ。伊豆にはもう伝えてやる。大輔、とうとう切り札が生きる時が来たようじゃぞ。本当でございますか。神子、戦の大義名分はお前が読んだ通りじゃ。存分の働きを頼むぞ。はあ、必ずや殿のご期待に沿う働きをしてみせまする。十兵衛を倒すには月の一手。月あらぬ花の昔の花ならぬ我が身一つは元のみして色もかも知る人ならばよしやとがめん。お国、そなた刀を振り回すよりやはり歌舞伎踊りの方が似合うぞ。たくさんの人たちをあんなにも喜ばせる芸がありながら惜しいとは思わぬか。いや、惜しいと思うからこそそなたはここへ来たのだ。たった一人で。やだ。大輔に伝えろ。敵味方に分かれたれど真田幸村公この十兵衛最も尊敬する武将の一人である。その忘れがたみと刃を交えることは心苦しゅうてならぬ。仕方がないじゃないか。豊臣の家来なんだから。豊臣家はもうない。新しく生きる道を考えるのだ。しばらく島津から離れるように伝えろ。お国、そなたは人を殺めてはならん。たくさんの人を喜ばせることは何万人の人を殺して大名にのし上がるよりはるかに立派なことなんだ。すでに血で汚れたわしにはできぬ。そなたにはできる。忘れるな俺の言葉を。何か吉報があるとか。ございます。吉報中の吉報が。では島津様のお口添えで龍蔵寺家の再興が。龍蔵寺家再興など今となっては小そうございますぞ。姫、この神子にもようやく栄達の春が巡ってまいりました。
大名への道でございます。私は義弘公のお供で薩摩へ参りますぞ。再び世は戦国。太閤秀吉とて元は織田家の草履取り。この神子とて50万石ぐらいを狙っても不都合ではござるまい。大謀を果たすためならたとえ薩摩とて踏み台。姫、私の妻としてご一緒に薩摩へ。不自由はさせませぬぞ。もう身も心もちぎりおうた仲ではござらぬか。身も心も。さよう。ご一緒に薩摩へ。よろしいですな。江戸へ出てきた者たちの身の振り方もあるゆえ、今宵伊の国昇覚寺でご返事を。では。ではどうあっても国元へ帰るおつもりか。田島、約束を忘れたのか。柳生武芸町をなぜ燃やさぬ。参勤交代制に従わぬは公儀に弓を引くことでござるぞ。守れというならたった今わしの面前で武芸町を火に投げ込んでみろ。十兵衛、島津の帰国は3日後だ。お主も薩摩へ行ってもらうぞ。親父殿、まさか。さよう、そのまさかじゃ。秀頼を見つけ出し首をはねろ。勝負は薩摩へ移るぞ。秀頼の首を取るか、秀頼を守り抜くか、そこが勝負の分かれ目じゃ。分かった。ただ親父殿、二度と龍蔵寺家廃絶のようなむごいことだけはやめて。それが俺の条件。父上、私も行かせてください。お願いします。お前は留守を守るのだ。又次郎、親父殿の言う通りだ。頼むぞ。夕姫殿がこれを。はい、ご家老の久我様はじめ私も召し放たれし身となりました。姫、お一人になられたのか。はい、お別れの機は十兵衛様に必ずお届けするようにと。ご迷惑を顧みず、あなた様に龍蔵寺家再興の儀をお願いいたしましたが、その件はどうぞなかったことにしてくだされたく候。悔しきことの数々も、ただただ龍蔵寺再興のためと耐え忍び生きながらえてそうらえども、今となっては無と等しきことに相なりし。それは何の真似です。父上にお詫びをしておりました。卑劣なる家臣を信じていた私の愚かさを。龍蔵寺は消えても神子家は消えません。そしてあなたは私の妻。無礼者！誰に向かって言う言葉か。お前も武士の端くれなら恥を知りなさい。
お前を殺して私も死にます。それがせめてもの龍蔵寺家の意地。それほど憎いか。憎いか。姫、お前は俺に抱かれたただの女だ。家殿。龍蔵寺はこの10名命にかけても再興いたすぞ。もういいのです。十兵衛様、優のこと忘れないでくださいましね。許してくれ。俺を柳生家を。食事の用意はできました。きれいにさせちょる。今度値を書いてくださらんな。よし、実物よりうんときれいに書いてやろう。まあ、実物よりそう膨れるな。お前の美しさは到底絵の中に入りきれん。そうやって生き生きと笑い語りかけているうちにこそお前は輝いているのだからな。よそび難しかことあたんやわかりのはきれいに咲いてる。お里、やめなさい。どげんしてな。戦様の部屋に飾るつもりじゃっとの。花はそこに咲いているのが一番幸せなのだ。私はこれを見るだけで十分に慰められる。お里、お前の気持ちは嬉しいぞ。ごめんなさい。その頃すでに島津義弘の行列は一路薩摩を目指し東海道を西へ向かっていた。十兵衛の後つけましたって仕方ないじゃないか。十兵衛を薩摩に入れるわけにはいかん。それが俺の使命だ。どうだ島津の様子は。はい。明朝も出立は早立ちとかでもう火は消えています。そうか。この速さなら10日で薩摩に入るな。宿場宿場で早馬もしきりに出ています。薩摩と気脈を通じ合う外様大名の使者である。小太郎、この度は
二度と生きて帰れぬやもしれん。いつ死んでもいい覚悟はできています。真田大輔、いかに大阪夏の陣にて徳川に討たれたる真田幸村が一子大輔。その真田大輔が何をしに急ぐ。無益な戦いはやめろ。雪村公とて決して喜びはすまい。言うな十兵衛。薩摩屋は断じて入れん。失礼。わずともよい。はい。三座、三座。まさか十兵衛のところに。手を貸してくれ。よかった。命取りにならなくて。十兵衛のやつ、どうしてわざと急所外したんだ。あなたを死なせたくなかったのよ。無駄な戦いで。お前まで無駄な戦いっていうのか。もう気が済んだでしょ。ねえ、二人で信州に戻ろう。いい温泉があるし、傷もきっと良くなるわよ。そうはいかん。もう十分よ。あなたはやるだけやったわ。お前と俺では立場が違う。何が違うの。昔は真田の若様と草の者の娘でも、今はただの歌舞伎者のお国と三座。違う。ねえ、ねえ、この子を何としてでも父親のいない子にしたくないのよ。僕に。お前まさか。あなたを死なせたくない。死なせるもんか。徳川だろうが豊臣だろうが、そんなもの私たちに何の関係もないんだから。藩主義弘の突然の帰国に城内は沸き返り、異様な緊張感に包まれた。関ヶ原の敗走以来、いずれはこの恨み晴らさん者と耐え忍んできたが、いよいよ立つ時が来た。徳川幕府に対し今一度薩摩隼人の合意を見せてくれようぞ。おお、我が藩の動静を探るために幕府を目付け柳生十兵衛が潜入いたすものと思われる。直ちに国使いの警備を一層厳しくし、不審な者は見つけ次第その場で切り捨てるよう。はい、分かったな。おお。当時薩摩藩は厳しい鎖国政策をとっており、他国者は一歩入れば生きて出られぬかもしれぬと言われた南国の秘境であった。このように散歩いたしておりますと、鉄砲の音がズドーン。そうはならじとこのように。
お先は一歩も入れんぞ。薩摩に次元流か。おい腕で裏野球黒崎薬郎にございます。こちらへどうぞ。やはり秀頼公生存は事実であったか。はあ、何度もお知らせしようと潜入した者に託しましたが、いずれも道から離れた首だけが戻ってきた。その方何年薩摩におる？30年です。亡き石秀斎様のご命令で里隠れとして。30年か。よく辛抱してくれたな。はあ、薩摩のことならネズミの抜け穴まで覚えました。秀頼公はどこにいる？城内か？この近くの光明寺という寺に浮田宗信と名を書いて。案内しろ。一刻も早い方がいい。しかし十兵衛様の藩内潜入橋で寺は警備が厳重に。入れぬか？はい。ただし一人を除いて。お父っつぁん。あ、娘のお里です。浮田様の身の回りのお世話。おお。こちら浮田様の古いお知り合いでな。まあ、浮田様の。ああ、わざわざ江戸から会いに来られたんだが、あの有様ではな。そういうことなんともなか。あたいらした浜辺に貝殻ば拾いに行く約束をしました。だが警備の侍たちは。あたいらしか知らん抜け道があっとです。お里か。また私を驚かすつもりだな。お里、この寺には近づかん方がいい。お前に迷惑をかけることが起こりそうだ。あのお侍たち、浮田様を見張っておっとですか？さあ、私を守っているつもりだろ浮田様、江戸からお友達が来ていなさるとですよ。江戸から？ええ。さあ、こっそり会いに行きましょう。このお方が江戸から来たお人です。関白。
豊臣秀頼公でいらっしゃいますね。柳生十兵衛光義にございます。では柳生田島守殿のこの度帰国された島津義弘様とはお会いになされました。書状は届きました。私には私の立場があります。そなたにそなたの立場があるように。やはり兵をお上げになるのです。切りに参ったのでしょう、私を。私は生まれた時からずっと戦の中にいました。大阪の城を一歩も出ることなく、ここへ来てやっと人形から人間に戻れたのです。もう人形になる気はありません。戦の大義名分の人形には。島津には迷惑をかけたくない。しかし死ぬのなら一介の茶人浮田宗信として死にたい。でもあの子にだけは見せないでください。私がここで切られるのを。きれいですね。海も空も。浮田様、拙者人違いをいたしておりました。どうぞお許しを。秀頼公は大阪城でお亡くなりになっておりました。その旨公儀に報告いたします。あれ、お友達もう帰ったとですか？ありがとうお里。懐かしい友であった。もう二度と会うこともないと思うが。三代将軍家光の特使として柳生田島守が鹿児島城に入ったのはその翌日である。秀頼公がこの鹿児島に何を馬鹿げたことを。その馬鹿げたことがあったとしたらいかがなさるおつもりかな。この田島わざわざ薩摩まで参ったのは島津公に耐えていただきたい。耐え難くとも耐えていただきたい。それのみをお願いに来たのでござるぞ。できぬと申したら、この場にてお切り捨てくだされ。よかろう。東西決戦の火の手が再びこの薩摩より上がるめでたき日。殿、私めにお任せください。名門の座にあぐらをかき、権力の倉庫となって惰民を貪る柳生新影流。死ねや！島津殿、上様よりのお達しを申し上げる。外様大名の廃絶改易は今後一切執り行うを禁止するものとす。右確約す。征夷大将軍徳川家光花王。すでに八郎を離れましたぞ。に足らぬ紙切れにお前をやるな。神子、控えろ。島津殿、何
何とぞ上様のご裁可を。吉弘公の動き、ちと気になりますな。あの田島のこと、どんなご意な手を。案ずるな。そのためにこちらはあの旗印を握っておるのだ。浮田様、名古屋三田というお方が。うん。殿、おめでとうございます。島津様がついにお立ちになる決意を固められましたぞ。豊臣の世も近うございます。まあ待て。お前にいいものを見せてやろう。すべてお国からわしへの報告だ。もっとも半分はお前のことが書いてあるがな。いつの間にこんなもの。そう怒るな怒るな。私はつくづく羨ましいぞ。そのように何の屈託もなく好きなもののことを語れるお国が、そしてそのような伴侶を持ったお前がな。お国のやつ、申し訳ありません。大輔、大阪城の炎を覚えておるか。母も何の罪もない次女たちも地獄のような炎に包まれて死んでいった。あの炎を私は忘れることができない。あの炎の中から逃れたお前と私はもう二度と人々が殺し合う戦には加担してはならないのだ。分かってくれるな。関白秀頼として真田大輔に命ずる。本日ただいまをもって豊臣家家臣を召し放つ。お待ちください、殿。もはや主従ではないぞ、大輔。私はこれから一体どうしたらいいのですか。真田はこれまで十分に豊臣のために尽くしてくれた。心よりありがたく思っておるぞ。大輔、お国を幸せにしてやってくれよ。お国、子供か。神子殿、なぜだ、なぜ俺を。大輔がして亡骸はいずれに。あ
あまりの無残さ。お目にかけぬ方がとすでに我らの手で埋葬いたしました。あの切り口は相当の手だれのもの。おそらく藩内に潜入した幕府を見つ柳生十兵衛の仕業かと。十兵衛の狙いが秀頼様のお命にあるのは必定。柳生十兵衛、秀頼様の御身は我らにお任せください。命に代えて守ってみせまする。月やらぬ花の昔の花ならぬ。三座。島津72万8000石。服か沈むか。いよいよ動き出したな。どげんしたお里。今朝お寺へ行ってみたら浮田様がどこにも。何？弥九郎、あれは。おう、あれは小森山です。秀頼を我らが握る限り島津も田島のはったりに屈するわけにはいくまい。その前に十兵衛をここで迎え撃つのだ。来ますか、十兵衛が。来る。奴を討ち取れば次は田島だ。この二つの首を松平伊豆の屋敷へ投げ込めば間違いなく戦は起こる。行け。おう。こら、おとなしくせんか。ん？小太郎、浮田殿。この先の山寺のお堂の中です。そうか。あとは俺に任せろ。お前親父に伝えてくれ。秀頼公は真っ赤な偽物ゆえ気に留めるなと。しかしあのお方は一介の茶人、浮田宗信殿。あのお方を戦の道具に巻き込んではならん。俺が助け出す。固めるのは総勢約50名。いずれも上子配下の手だれの武士です。お一人では。俺一人で行け。はい。十兵衛、秀頼は我らが戦の旗印。絶対に渡さぬぞ。
なぜ夕姫を切った？無造寺家の最後を見とったのか。俺の夢をお父様、柳生十兵衛でございます。お父様、秀頼公。秀頼公。十兵衛、そなたの情け忘れぬぞ。大阪城で捨てるべき命だったのだ。ただ私をかくまってくれた島津に迷惑はかけたくない。島津、72万石、たとえ幕府がどう言おうと十兵衛命をかけて守りいたしました。すまん。もうこれ以上人が血を流さぬような島津様、先の大納言関白、豊臣秀頼公、ご自害を済ましてございます。まことか。今はの際にたった一言、島津家に迷惑はかけたくないと、島津家を守ってくれと。さらにもう一言、もうこれ以上罪なき者が血を流す戦だけはやめてほしい。そう申したのか、若君が。島津様、何人たりとも、たとえ天下を握りし徳川でも秀頼公のこのお言葉にお背きなさること叶いませんぞ。許されよ。この老いぼれの血迷いことを。
の夜、薩摩藩主島津義弘は切腹し、秀頼の後を追った。何、島津は病死したと？はい、まことに急な病でございました。上様、戦わずして勝つ。これからの上様は何事もそのやり方でお納めになるのが肝要かと。なるほど。戦わずして勝つか。良い言葉じゃ。上様は生まれながらの将軍家。伊豆殿、田島殿、それにこの春日がついておりますれば、天下に怖いものは何一つございません。いや、もう一人、この天下のご意見番、大久保彦座をお忘れになっては困りますぞ。かくして薩摩72万石の反逆事件は解決した。嫡男家久が家督を継ぎ、以後変わることなく島津家は栄えた。あげんよかしとがなんで死ななければならんとな。お里、浮田さんの墓守は頼んだぞ。はい。でもなんでお墓に名前をば書かんとな、浮田様の。そう願われたのだ。この世のことは全てを忘れたいと。ただお里との思い出だけで十分だとな。そうなん。かわいそうな人じゃったとですね。お国、気を強く持つのだ。はい。まだこの子を立派に育てなければいけない役目が残っています。これからどうする？西国巡礼が終わったら歌舞伎に戻ろうかと。たくさんの人を喜ばせるのは何万石の大名になるよりも素晴らしいことだって十兵衛様がおっしゃったでしょう。あの言葉を支えに歌舞伎を続けていこうかと。権力あるところ構想を耐えることなし、その中にあって戦うことが剣に生きる者の宿命なのか。その剣、将軍家を家流、柳生新影流とあれば逃れる術もなし。お国、せめてお前だけは生まれてくる大輔の子と共に強く幸せに生きてくれ。この海の上を広く